IBT マガジンをご覧の皆さん、こんにちは。ナビゲーターの野口美穂です。今日は2025年日本建築学会賞を受賞した天神町プレイスに来ています。2023年に東京の文京区で完成したこちらの建物は、日本を代表する建築家伊藤博之さんの作品です。そして今日はその伊藤先生をお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは視聴者の皆さんに一言メッセージをお願いできますか？はい、皆さんこんにちは。伊藤博之です。今日は IBT マガジンのインタビューをしていただけるということで、大変嬉しく光栄に思っています。どうぞよろしくお願いします。先生は長年にわたって建築業界でご活躍されて、その作品の多くがこの受賞をするという驚くべき実績をお持ちでいらっしゃいます。で、今回の天神町プレイスはもちろん、2022年のホテルプリズムインオグや2019年の三組坂フラットなど、近年の日本の建築賞を次々と獲得されていらっしゃいます。特に天神町プレイスはここ数年の主要な建築賞をほとんど総なめにしていると言っていいほど素晴らしいんですけれども、そこには極端な空間条件での工夫であったり、光と影の対話、それから空間の重なりといった伊藤先生独自の特徴が色濃く現れていると評価されて、業界に強い印象を残していらっしゃいます。まずは改めてこの度の受賞おめでとうございます。どうもありがとうございます。本番組はイナウエルの提供でお送りします。イナウエルは台湾のトップクラスのスマートビル管理のリーダーであり、建物のスマート化と持続可能な省エネソリューションを提供しています。天神町プレイスの前に来ました、はい、先生、こちらは立地としてはすごく面白いですよね。はい、そうですね。あちらに湯島天神がありまして、その参道に面しています。はい、参道に面してるんですけども、もともとホテルが建っていて、それの建て直しの計画です。で、この辺り、最近すごくたくさんの建物が建って、だいぶ建て込んできておりまして、実際この敷地の南側にも、大きな建物があったり、奥とか左も同じくなんですけれども、かなり囲まれた敷地になります。でその中でなかなか敷地に日が当たりにくい状況であり、かつ、道路側が少し絞られたような敷地形状ですから、はい、いわゆる採光、光を取るのがなかなか難しいという状況です。それもあって、ビルとビルの、隙間から、光が取り入れられたり、風が取り入れられたり、少し遠くの眺望が眺められたり、そういうことができるように、少し変わったカーブのような形にして、いろんな向きに、窓が取れるようになっているわけです。そうなんですね。はい、では、中に行ってみたいと思います。はい。ありがとうございます。そういういわば胃袋のような形の輪郭になったわけですけれども、そのままだと真ん中が奥行きが深すぎるので、真ん中をくり抜いて中庭を作りました。中庭を作ることで、各住戸は、外側と、中庭側の両方から光と風を取り入れられると、そういうことになっています。もう上も全部吹き抜けなんですね。そうですね。はい。ただやはり暗い場所ですので、模型の段階でもこの中庭があまり明るくない、場所であることは予想していました。でそのため暗くても
人がそこにいたくなるような魅力がある、そういう場所にするにはどうしたらいいかということをいろいろ工夫したつもりです。で一つが、廊下なんですけれども、こういった吹き抜けっていうのは一般のマンションでもよくあるものかもしれません。でただ、そういうマンションだと、大体各階に廊下がずっと各階に巡っていて、下から見上げた時にその廊下の裏、つまり影の部分、暗い部分を見上げることになるんですね。なのでどうしてもすごく暗い印象になってしまうので、なるべくこの吹き抜けに出てくる廊下の数を減らそうと。こういうことで、実際見ていただくと、3本しかないと思いますけど、そういう、これは各階の間取りをどうするかにも関わるんですけど、そういったことを工夫しているつもりです。でもう一つは、この横向きに開いている穴ですね。これ実際はバルコニーだったり、共用部だったりするんですけれども、それが、できるだけいろんな位置、いろんな向きから光と風が入ってくる、そんな状況がいいかなと思って配置しています。なるほど、そうですよね。横からのもうちゃんと風が入ってくるから、そうですね。空気がよどまないですね。これだけ高さがあっても。はい。かなり風を感じるっていうことは住民の方にも言っていただくことです。特にバルコニーに出ていただくと、ちょっとそこで風速が増すのか、街中では全然無風の状態でも、そこへ行くと風が感じられるっていうふうに言っていただくことは多いですね。このバルコニーもお部屋の一部なんですか、それとも共用部なんですか。ですね、両方あるんです。例えばそれは、部屋の一番後ろ側にあるバルコニーです。まずですね、こちらにエレベーターと階段がこの辺りにありまして、そこから、エレベーターを降りてすぐ右左に1重個ずつ玄関があります。で渡って、右左に1重個ずつっていうのが基本形です。でその重個の、入ってきて、後ろ、その重個の後ろに一番奥にバルコニーがあるっていうのがまた一つの基本なんですけども、住宅によっては実は入ったらすぐバルコニーというのもあります。例えばそれなんかがそうなんですけども、ここまで共用部で入ってきて扉開けるとすぐバルコニーという、そういうところがあったりもします。いろいろな個性が、集まったお部屋がいっぱいあるんですね。あとこちら以前お伺いしたんですけれども、こういったどんな木を植えるかっていうのも、グリーンのデザインの方そうですね。そうですね。検討されたということですけれども。そうですね。長浜さんというグリーンデザイナーさんにやっていただいてますけれども、やはり日陰なので、日陰の時間が長いので、それでも元気に育てるような、すごくデリケートにグリーンを選んでいただいていますけれども、僕が彼女にお願いしたのは、なるべく勝手に生えてきたみたいにしてほしいというふうにお願いしました。つまり人が、完全にコントロールして、ここにこういう花を植えましょうとかっていうふうに人がデザインをした状況というよりは、むしろどちらかというと何と言いましょうか、自然の力で生えてきたみたいな、そういうイメージを作りたかったからです。実は手すりのですね、外側に植栽が植えてあります。これ普通は手すりの廊下側内側に植えることの方が、一般的なんですけど、そういう人の居場所、人の通路の内側、管理しやすい側ではなくて、あえてその外に、作ってもらうことで、少しそういう雰囲気も出てくるのかなというふうに思います。実際には手すりが少し開いて、扉があってちゃんとメンテナンスはできるようになっています。なるほど、なるほど。実際にこちらのお庭には住民の皆さんは、
必ず通られるんですか？それともですね、ちらっと見て、はい、すぐエレベーターに入れるんですか？入ってくると、地下の方は、ここ降りてくられるんですけども、上の階の方は、そこから出て、入ってきてエレベーターに乗りますので、ちらっと見てエレベーターに乗っていくという。でもいいですね。自分で管理しなくていいから、このオーディオも。でもそうですね。はい。アパートの一部に、住宅の一部になっているっていうのは、そうですね。ちゃんとこう手入れしていただいているおかげもありますが、こういう自動換水、勝手に水が出るようにもなってますので、とてもいい状態を保っていただいていると思います。すごい。うわー。すごい、こんな場所です。坂みたいになってるんですか、これ。だってこここが。これもともとこういうふうに下がっていて、めちゃくちゃ急斜面。ここは触っていません。もともとの地形のままです。じゃあ地下2階ぐらいドーンって下がってたんですか？そうです。10メートルですから、地下3階ぐらいです。はい。変わった湯島から来ていただくときに、少しずつ階段か坂を登ってきたと思うんですけど、それがもうほとんどここで一気に下がってる。実はこの地形を変えようとすると、ものすごく大変な手続きになるので、周りに住んでる方全員のハンコをもらわなきゃいけないんですなので、それはちょっと不可能なので、ここは変えずに、この部分今こう橋のように浮かしてるんですが、そういう対応をしています。もうそこでやっぱり限られた条件の中でベストを尽くすっていうことですね。建物の隙間って言ってるのはこういうところです。今日は曇りですけど、晴れていればここから日が差してきますね、かなり。でこっち側も、こういうふうに抜けていて、実は向こう側にこうスカイツリーが見えたりするんですけど、そうなんですね。上から見ると。そうですね。そういう方角からの光を大事にしているということになります。そうじゃないと普通に四角く作るとこういう建物にこう正対することになります。でそれはなかなかこう辛い環境になっちゃうので、あるいはこっちもそうですね。少しずつこう目線をずらせるような、そういう意図もあって、こういう局面にしているということです。すごいいろんなことが計算されてるんですね。普通のこうマンションって、各階がほとんど同じ風景だと思います。で入るとどの階にいるのかわからないような、そういうことが多いわけですけれども、それがちょっと不自然なことだなといつも思ってまして。というのは普通の戸建ての住宅って、家に帰るときに駅降りて商店街を通ってどこか橋を渡って曲がると山田さんの家の隣に私の家があるっていう、そういうこう、町の中に自分の家が位置づけられているわけですけど、マンションになるとそれが、いわば何と言いましょうか、ブラックボックスみたいな体験の中にいきなりこう部屋があるみたいな、そういうことになりやすいんですけど、味気ないですよね。そうですね。でそれがなんかこうそうではなくて、マンションでも、この街の中のこういう建物の中のここに私は住んでるっていう、そういう感覚を持てるっていうことは結構大事なことだなというふうに思っていて。なるべくこうそういう各階に違う風景を作ることができればと思っています。でその違う風景っていうのが勝手に作るというよりは、この階は、あそこが抜けてるから、あそこに目指してこういう穴を開けようとか、なんかそういうことをなるべくこう周りの状況を読みながら、できるといいなというふうには思っています。そうですね、建物住宅は、その住宅の中が、どういうこう広さでどういうこう眺望があってどういう明るさかっていうことも大事なんですけど、どうやってその住宅に至るかっていうこともとても大事、それも住宅の価値ですということをよく言っています。なので、こういうその路地みたいな場所を通って、帰っていく住宅に帰っていくっていうのも僕はそのこう住宅の価値になるのかなと思ってご提案をしています。
で普通はマンションだと上の方は景色もいいし明るいし、まあすごくこうプライスも高いんだけど、まあ下の方は1階はこうセキュリティとかプライバシーとかがちょっと微妙なので安くなっちゃうみたいな、そういうことがあるんですけど、なるべくそうならないように下には下の良さを見つけたいというふうに思ってまして、まあ、今なんか落ち着くっておっしゃっていただきましたけど、まあ、そういうなんかこう光が少ないことによることを、むしろ落ち着きに変えていくとか、まあ、そういうこともあるのかなと、できるだけそういうことをしたいと思っています。これもやっぱりプライベートなアクセスなんですけど、僕はこの住宅が実は一番気に入っています。住むんだったらここに住みたいなと思ってるんですけどこの S 字の道を通って帰っていくっていうのが、こっちの中のレイアウトを決めて窓が決まります。であっちのレイアウトも決まってるんですけど、窓を変えることによってこっちとの関係で窓が変わって中身が変わることもありますね。でさっき言ったように構造的に、そのちっちゃい窓と窓のないやつが構造的にこう有効なんですね。それ以外は実は、構造じゃないんです。穴と同じ扱いなんですけど、でその構造的に有効なやつをバランスよく配置していかないといけないので、実はそこも関わってくるっていう、外側から、光が入ってくる、それこそこう向こうの隙間、さっきのビルとビルの隙間から入ってくる光とかを取り込めるようにはなってますね。先ほどのようにある窓からはスカイツリーが見えたり、遠くが見えたりするので、そうですね。振り返られてどうですか、今のお気持ちは。やはり特殊な環境の中で、できた建物だと思っておりますけれども、その中でいろいろ検討した結果の我々の提案を、オーナーさんがすごくよくこう理解をくださった。あるいは我々にこうそういうチャレンジの機会をいただけた、これがすごく大きなきっかけといいましょうか、だったと思います。でそれから工事も決して簡単ではなかったんですが、取り組んでいただいたコンストラクターの皆さんが大変な努力をしていただいて、こういう建物にできたと思っております。まずはそのオーナーさんと工事会社の皆様に、特に感謝申し上げたいと思っております。そうなんですね。初めてこの条件をご覧になった時にどうでした？これはもう大変なプロジェクトだなと思われましたか？それともやる気が湧いてきました？そうですね。特別、大変だというふうには思いませんでしたけれども、つまり我々の仕事はの多くがですね、東京の、都心部でのお仕事だったりするものですから、割とこう立て込んでいる、周りが囲まれていたり、日当たりがあまり良くなかったり、そういう場所が多いんですね。なので特別大変というわけではありませんけれども、いろんな、条件が重なり合った場所だなと、それはいいものも悪いものも含めてですけど、そういうふうに受け取りました。なんかこの場所という、本当に結構外から見たら本当にここに住宅があるのというぐらいの間取りなんですけれども、間口なんですけれども、やっぱり先生が手掛けられたっていうのは何か本当に意味が大きいというか、先生だからこそここまで素晴らしい作品になったんじゃないかなと思います。でこの評価がすごいんですよね、こちらの建物。先生の中ではどういうところがもうこんなに評価の対象になっているんだというふうに思われますか？この場所のですね、いろいろありますけど、一番の特徴は、周りが立て込んでいて、特に南側に、高い建物が建っていて、敷地にあまり日が当たらない。加えて、道路側が、少しくびれたような敷地形状になっているので、光を取るのがすごく難しい、場所なんですね。いわゆるこう住宅の窓を向けて、光を取り入れる、そういう、ことが難しい敷地なんですけれども、そういう条件があったからこそ、こういった中庭ができているということもありまして、
具体的に言いますと、周りのビルとビルの隙間から、少し遠くの景色が眺められたり、あるいは風や光が入ってきたり、そういうことを期待して、少し不思議なカーブした形になっているんですけれども、加えて真ん中をくり抜くことで、住宅は外側と内側の両側から光を取り入れられる、そういうことになっています。ですのでそういった、特殊な状況の中で、よりよく住める、そういう住宅を模索し続けた結果が、こういう形なんですけれども、その中での、光の取り込み方とか、そういったことをご評価いただいているんじゃないかなというふうに思います。やっぱり構造的にもものすごく斬新で、こんな狭くてもここまでできるんだっていうことが多くの方が気づいた点じゃないかなと思いますが、ちなみに外壁についてもね、すごくユニークな点があるんですよね。敷地自体も暗いんですけれども、こうやって曲線で作った中庭も、明るくないことが模型の段階から予想されました。なので、そこが暗くても、居心地がいい、人がいたくなるようなそういう場所にするにはどうしたらいいかということをいろいろ考えたつもりです。でそのうちの一つが、この中庭に面した、外壁の、テクスチャーなんですけれども、光というのは、やはり何かに当たってその光を感じるわけですけれども、その当たる面が少し凸凹していたり、することで、その光がより、よく感じられるようになります。つまり、凸凹していると、そこに明るい部分と暗い部分ができるんですが、それによって、上から降ってくるわずかな光でも、人はそれをより感じられるようになると思ったんですが、その時にこういうその中庭、幅が9メートルで高さが30メートルぐらいあります。そういう大きさに対してそれなりの大きさの凸凹テクスチャーを与えないとそういう効果が得られないと思いまして、いろんな試行錯誤をした結果こういう形になっています。で具体的には千葉県のですね山武杉という、そういう杉の産地があるんですが、そこでちょっと今溝腐れ病という病気が蔓延していて、幹がえぐれたりちょっと、森があまり良くない状態になっています。で、その傷んだ木を使ってその杉は、幹がえぐれてしまっていて、スライスすると溝ができるようなそういう木です。で15年ほど前にですねその木を使って家具を作ってほしい、商品を作ってほしい、そういう依頼をいただいたことがあります。その時はですねそのできた溝に金属の鈴を入れて、少しキラッとするようなそういう表情を作ることで日本のアンティークにですね金継ぎって技術があるんですけれども、割れた陶器を金でつないで、そこの金が見えることで、むしろ、その価値を高めるような考え方がありますが、ちょっとそれに似たような溝に鈴を入れることで、よりその材自体が価値を持てるようなそういう見せ方をした家具を提案しました。でそれと、同じ、そこで使わせていただいたのと同じ材を使って、この型枠を作っているということになります。なるほど。実際に見せていただきましたけれども、この打ちっぱなしのコンクリートをよく見ると、この木の目地が見えて、すごく面白いなと思いました。しかもそれが光が当たってまた光をもっと楽しむことができる効果が期待できるということなんですね。そうですね。実際にはですね、木を、スライスして片側は直線なんですけれども、反対側は、木の幹の表情が出るような
よくこう耳付きのテーブル、へりがこうちょっと斜めになって、木の表面が見えている、そういうテーブルあったりすると思いますが、そういうこう片側は耳付きの状態の板を作って、それを片枠に貼っていっています。ですので、その、木の表面の部分っていうのは、かなりデコボコしたり、一枚一枚表情が違うことになりますけれども、それが光に対していろんな表情を見せてくれる、そんな状態になったと思います。先生の中ではこれが出来上がった時はいかがでしたか？すごく安心したというのが正直なところです。実際この今の型枠の作り方は、現場で考えました。工事が始まってから考えました。工事が始まった時はもっと一般的な、杉の木の板を使って、作る型枠をスペックしていたんですけれども、現場が入った段階でやはりそれでは十分ではないのではないかと思いまして、いろんなそれこそ、15年前にお世話になった森林組合の方に、ご相談しながら、こういう形を調整させていただきました。で工事中はですね、中庭の部分に、足場がかかっていて、完成直前までそれが見れないんですね。この表情が見れないんです。ですのでそれが出来上がった時、足場が外れて、見えた時は本当に安心をしたという感じです。すごくその現場で思いついたアイデアがまた現場で実験されて、それがこう足場が外れた時に思い通りのこう効果を出していたということなんですね。そうですね。やはりこういう型枠の表情というのは、私自身も見たことがなかったので、一生懸命思い描くんですが、それがどうなるかっていうのは正確には予想しきれてない部分がありましたので、思い通りと言いましょうか、むしろ想像以上、期待以上、想像以上、のところはありました。